はい、こんにちは。今回は前回シャープ23で用意したステージに、プロジェクタイルムーブメントのホーミングの機能を使って、テイがずっと追いかけてくる仕組みを組んでいきたいと思います。この内容に関しては、エピックゲームズジャパンのおかずさんの猫でもわかる UE4 を使ったゲーム開発超初級編シャープ4スポーンノードを使っていろんなものを出してみようの動画で知った内容を参考に作っています。日本の開発者なら見ていると思いますが、見ていない方は要チェックです。では、ここから作業をしていきます。まず、ここから敵キャラクターが増えるので、エネミーフォルダーを作ってまとめていこうと思います。オブジェクトのファイルの中にテイがいるので、一応このオブジェクトのフォルダーの中に新しいフォルダを作ってエネミーにしておこうと思います。で、この中に、テイを移動させて、この中にで作業していこうと思います。で、フォルダ移動するとサムネイルが消えてしまうんですけど、別にサムネ、そんなに毎回作んなきゃいけないものでもないので、とりあえずこのままにしておきます。エネミーのフォルダの中で右クリックからブループリントクラスを選び、アクターを選んで、名前を BP アンダーバーエネミーテイ、フライホーミングにしておきます。ちょっと長すぎるので、何かしら短くした方がいいような気もするんですけど、一応説明としては長くてもいいのかなと思ってこんな状態になってます。これをダブルクリックして、左か。よし。この開いたブループリントを、まずはコンポーネントを追加で、スフィアコリジョンを選びます。で、このスフィアコリジョンを、このデフォルトシーンルートに被せて、ちょっと白い玉は今回いらないので、これがルートというか一番偉いコンポーネントっていう扱いにします。次にコンポーネントを追加から、スプライトと打って、ペーパースプライトを出します。で、このペーパースプライトを選んだ状態で、どこだ？このソーススプライト。これですね。ここ、わかるか。よいしょ。この、ソーススプライト。あんま大きくしてもわかりづらいか。よいしょ。このソーススプライトを、このなしってなってるところを、今回使うのは、ちょっとテイの一番下にある、テイマテリアル0619っていうのを使おうと思います。でこれを飛んでる感じに使おうと思うんですけど、これを選んで、まずブロックコリジョンを、ブロックオールダイナミックからノーコリジョンにして、このスプライト自体が何かを弾いたりしないようにしておきます。で、サイズを、2.5 にしておきます。これ、スプライトに対しても、ピクセルパーユニットっていう指定をする場所があるんですけど、その辺いじり始めると他のなんていうんですか、オブジェクトにも影響が出るので、今回は他の、スプライトと同じ 2.5 倍っていう形で使っていこうと思います。で、このシャープ22で配った敵のサンプルデータに関しては、このキャラクターをフリップブックで多少動く感じで使ってたんですけど、その場合、同じような感じにする場合、結構いろいろ画像をダウンロードし直さなきゃいけなかったりするので、現状、ダウンロードとかしなくて済む画像として今回はこれを使います。で、スフィアのサイズを32から50にしておきます。これくらいで、サイズはいいんじゃないかな。確認をするために右から表示にしてワイヤーフレームをライティングなしにして、でちょっとだけ、画像が下にあるような気がするので、サイズ的には、サイズというか、量的には Z に対して10が入っているくらいの状態です。よいしょ。
ちょっとだけ上に上げてるっていう状態にします。次に今回主役のプロジェクタイルムーブメントを、コンポーネントを追加から、プロジェクタイルと検索すれば出てくるんですけど、ここ、プロジェクタイルムーブメントを選択して追加します。で、このプロジェクタイルムーブメントを選んだ状態で、こっちの右側の設定を少しいじります。でこのイニシャルスピード、初速っていう扱いの、これを300にして、マックススピードを300。今回そのスピード的には300くらいで、そんなに速くない感じで追っかけてくる感じにしようと思います。で、ここがちょっと重要というか、忘れがちな、このグラビティスケールを0にしておきます。これが1の場合、なんですかね。重力に従ってどんどん下に落ちていくっていう形なんですけど、ホーミングさせる場合、あんまり、いらないかなというか、って感じですかね。で、ちょっとその重力感を感じたい場合は、ここの数値を、1であったり、いくつか入れておくと、何かしらちょっと変わった感じの絵作りというか、動きになるかなと思います。この3つを設定した状態で、ちょっと下の方にあるこのホーミング、カタカナでホーミングって書いてあるんですけど、英語版でも多分、英語でホーミングだと思うんですけど、この is ホーミングプロジェクタイルにチェックを入れます。で、今回はこれが必要なんですけど、is ホーミングプロジェクタイルにチェックを入れて、このホーミングアクセラレーションマグニチュードっていうのを、いくつでもいいんですけど、今回は300にしておきます。って感じですね。今回、設定する項目はこれくらいかなと思います。くらいかな。で、ちょっとこの状態で一旦、このホーミングにチェックは入れたんですけど、まだこれだとホーミングしないんで、実際どこにホーミングターゲットしとくんだっていうのがまだ決まってないので、この状態で、画面がマップレベル03にしておきましょうか。この状態でエネミーのフライホーミングを置いて、現状の設定だと300っていう値で速度で右に進むっていう処理というか指定がしてある状態で再生すると一定のスピードで300のスピードで右に行くっていう処理になってます。で、ブループリントに戻って、コンポーネントで追加する項目、今回説明する分としてはこれくらいのコンポーネントの量で、あとはイベントグラフに移動したいんですが、一箇所、新規でアクターを作った時に、今まで全然いじってなかったんですけど、ここはチェックしておきたいっていう場所があるので、この、なんていうんですか、コンポーネントの一番上にあるセルフ、白玉のセルフを選んだ状態で、これですね。このアクターティックって書いてあるスタート with tick enable っていうところを、今まで全然触れてなかったと思うんですけど、今までのやつもここはチェックしといた方がいいんですけど、ティックを使わない、オブジェクトに関してはここのチェックを外しておく必要がある。外しておく必要があると思っておいた方がいいかなと思います。全然ここにチェックが入ってても、今まで通り動くっちゃ動くんですけど、もしかしたら逆にここチェック外したら動かないものも出てくる気もするんですけど、とりあえず今回はこれをチェックを外すものなんだよっていうのを、なんていうんですかね。この辺、シャープ23、24くらいまで来てる人だったら、そういうものというか、ここのチェックは基本的には外しておくものなんだよというのを、知っておくべきかなと思います。なんでかっていう部分に関しては、動画、あと、2、3回先ぐらいの動画で、ティックって
何なのみたいな感じの動画を作ろうかなと思ってるので、とりあえず今回伝えたいことは、アクターを作ったらまずここのチェックを外す癖をつけた方がいいんじゃないかなっていう話を、伝えておきたいなと思います。ティックに関してはちょっと何回か先に、動画にしようと思います。で、とりあえずこのティックのチェックが済んだら、イベントグラフに、ここイベントグラフですね。イベントグラフに飛んで、なんですかね、このビギンプレイの下にオーバーラップとティックがあるんですけど、一旦これのけといて、消してもいいんですけど、とりあえずのけといて、プロジェクタイムムーブメントを、ドラッグして、ここに、右にドラッグをして、ホーミング、セットホーミングターゲットコンポーネントっていうのを選んで、プレイ、この定義が呼ばれたらというか、画面上に出てきたら、まず何をするっていうのがこの begin play っていうやつなんですけど、まず、ターゲットに向かって進むためには、ここのホーミングターゲットコンポーネントっていうのを指定しないと、さっきみたいにこう左から右にギーってこう行くだけの処理がこのプロジェクタイルムーブメントっていうやつなので、そこを設定していきたいんですけど、まずここ、ホーミングターゲットコンポーネントに対して何を当てるかっていうと、この、プレイヤー、右クリックからプレイヤーで検索すると、多分この割と見やすい位置に Get Player Pawn っていうのが出てくると思うので、この Get Player Pawn を選んで、このリターンバリューのところから 2D と打って、Cast 2D サイドスクローラーキャラクターを出します。で、このままこっちにつなげてもいい気もするんですけど、純粋化っていう形で、別にここの実行ピンはいらないかなっていう形で、よいしょ。で、このプレイヤーは何ですかっていうのをゲットしてきて、2D サイドスクロールですよっていう指定をして、その中の、これ、なんていうんですかね。このプロジェクタイルムーブメントのホーミングっていうのが、特定のものに対するコンポーネントを指定しなきゃいけないので、一回このキャラクター見てみましょうか。キャラクターの中の、よいしょ。キャラクターの中の、どれでもいいんですけど、どのコンポーネントでもいいんですけど、一番中心というか重要な要素としてカプセルコンポーネントっていうのがあるので、そのコンポーネントをカプセルってやると今いっぱいカプセルが出てくるんですけど、多分一番下にある Get カプセルコンポーネントを選んで、これをここにつなぐっていう形ですね。よいしょ。こんな感じですかね。プレイヤーのコンポーネントを、どこにあるんですかっていうのを引っ張ってきて、ここのターゲットにするっていうのが、今回やることとしてはこれくらいですって感じですね。で、この状態で、コンポーネントをターゲットにホーミングするっていう設定ができたので、この状態でプレイをしたら、なんていうんですかね。ひたすら、今その当たり判定とかないので、もう何が起こってもひたすらキャラクターを300っていう、追従速度で追っかけ続けるっていう感じになってます。で、この設定、なんていうんですか、このホーミングアクセラレーションマグニチュードっていうのを、いくつぐらいだろう。3000とか5000くらいにすると、今までこう、プレイしたら、ぐるぐるキャラクターの周りを回ってる感じだったりするんですけど、ここの数値を大きくすると、直線的に追っかけていく感じにどんどんなっていくと思います。
で、今回は緩やかに追っかける感じで300くらいでやっていこうと思います。とりあえず現状をもう一回プレイして確認してみます。今はこれで、300のマグニチュード、ホーミングする力によってキャラクターを追っかけ続けるっていう感じになってます。で、この状態だと、なんですかね、テイがこっちを全然向いてないっていう状態なので、これを、チルノの方を見るように、仕組みを組んでいきたいと思います。今回の仕組みを、あとちょっと、これあれですね。この、なんて言うんだろうな。こういう、なんかこう、ぐにゃってなってるのがあんまり好きじゃないので、キーボードの Q、クエスチョンの Q を押すことで、なんていうんですか、一直線になるっていう機能があるので、なんとなくこう、ぐにゃってなってるのが嫌いだなっていう人は、キーボードの Q ボタンを押すと、一直線になりますよっていうのが、割と気に入ってる機能ですね。で、次が、スプライト。このスプライトっていうのがこれですね。この画像のことを指すんですけど、このスプライトが、今のところ何も設定してないのでずっと右を向き続けるっていう状態なのを、一定間隔ごとに、なんていうんですか、右を向くべきか左を向くべきかっていうのを判定したいなと思います。で、今回使うのが、このプレイをしたらまずターゲットを見つけます。その後何をするかっていうところで、右にタイマー。このセットタイマーバイイベントっていうのを選んで、ここの設定をタイムを 0.5 にしてルーピングにチェックを入れます。で、この状態で一回コンパイルをしてみてもらうと、エラーが出てしまうんですけど、これ、なんていうんですかね、これの何が足りないかっていうと、このイベントっていうところに何かしらくっついてないと、エラーを吐いてしまうので、この状態で、このイベントを左下の方にドラッグして、CUS って今までよく使ってたと思うんですけど、カスタムイベントを追加ってやると、そのカスタムイベントが出てくるんですけど、これに対して名前をスプライト、フリップとかにしましょう。フリップ。スプライトが反転って意味なのかな。フリップ。切り替えるって意味だっけ。とりあえずこの、名前は何でもいいんですけど、スプライト用の、イベント、タイマーイベント。この設定は、このルーピングにチェックが入ってると、ひたすらこれを繰り返すっていうのがここに入ってて、タイム 0.5 っていうのは 0.5 秒ごとに、この指定のイベントを進行何回も 0.5 秒ごとに行いますってやつですね。で、この状態でコンパイルを押せば、このエラーが出てたのが消えるので、最小構成としてはまずこのカスタムイベントっていう形ですね。で、今回、用意するのが、このペーパースプライトを、Z 軸で180度回転させることで、見てみましょうか。この Z 軸を、ぐるっと180度回転させるっていうのを、ここで組んでいきたいと思います。で、それはセットローテーション。セットリレイティブローテーションですね。このワールドローテーションとかいろいろあると思うんですけど、今回はリレイティブローテーション。リレイティブっていうのがなんていうんですかね。ここの世界観、この
アクターの中だけの世界観で、何ですかっていうやつで、消しちゃった。セットロケーション。ローテーションか。セットリレイティブローテーション。ワールドローテーションっていうのはまあ、こっちのレベルの中で、角度を取得っていうかセットするってやつですね。で、これをもう一個コピー&ペーストで持ってきて、どっちか、上か下かっていう形で、この Z、下の方に Z180 反転させた状態のデータを用意して、データというかまあ、ローテーション情報を用意して、上か下かに行くっていう設定を、ここに組んでいきたいんですけど、その判定をするように、get player pawn でいいんだっけな。get player pawn で、プレイヤーポーン、まあ前はよくここに 2D と打って、このキャスト 2D をしてから、なんだろう、ロケーション、ゲットロケーションと打ってたんですけど、なんかこれ、キャストしないといけないと思ってたのが、このままでも、アクターのロケーションは取ってこれるみたいなので、この get player pawn で get actor location。プレイヤーは今どこにいますかっていう情報ですね。これを取ってきて、で、もう一個 get actor location。get actor location。これは今この定位は今どこにいますかっていう情報ですね。これを、引き算します。どこにいるかっていうのを引き算して、マイナス、ベクターマイナスベクターとやると、この位置情報の数字上の引き算ができるので、プレイヤーがいる場所の座標、敵がいる座標っていうのをマイナスすることで、これの数値がマイナスだったらまあ左、プラスだったら右みたいな感じで指定していきたいなと思います。で、この指定させる方向は、今この XYZ 全部を持っているので、この必要な情報としては、今回は X の情報だけなので、X っていうのはまあこの横の赤のラインというか、なんていうんですか、右に行くための情報っていう形で、X の座標軸だけ欲しいので、この X を右に、ドラッグして、コンペアフロー、なんて読むんだろう。コンペア、とりあえずこれを使って、これを使うと、なんていうんですか。このコンペア with っていうのがこの0を起点に、0イコールが真ん中に行くっていう形で、ここをなんか10とかにすれば10が真ん中になると思うんですけど、今回は0を中心にして、0より大きければ上、0より小さければ、反転した画像っていう形で、指定すると、どう置くのがいいな。こういう感じが綺麗かな。っていう感じで置くと、おそらく画像が反転するんじゃないですかね。これは今 0.5 秒ごとにプレイヤーと敵が、マイナス情報か、プラス情報かっていう感じですね。で今これ、背景の裏を通ってしまっているのを、なんていうんですかね、この背景情報は、背景のタイルマップに関しては、マイナス1とかって打っておくと、あんまり、邪魔にならないんじゃないかなと思いますね。プレイヤーと、敵キャラの方が手前を走るみたいな感じですね。
って感じですね。まあ今日はこれくらい、なんだろうな、最低限、このホーミングをするためには、このホーミングターゲットを指定してあげる必要がありますよというのと、画像を、右左、まあ、なんだろう、変えなくてもいいんですけど、変えたい場合はこんな感じで組むといいんじゃないかなっていうのを、まあそこまでっていう形にしとこうかなと思います。で、次回は、このオーバーラップイベント。まあ、テイがチルノにぶつかったら、何かが起こるっていうやつを、まあ、シャープ6とかまあ他の時にもやってると思うんですけど、なんていうんですかね。まあ、いろんな組み方があるので、次回はこのオーバーラップにフォーカスして、どういう方法がいいのかっていうのをやってみたいなと思います。ちなみにこれ、あれなんですよね。こういう組み方を今回は推奨してるんですけど、なんていうんですか、このティック、単純に組み方だけを説明するんだとしたら、こうティックで組めば、常に、プレイヤーの方を向いてる形になりますって感じです。ただまあ、現状、このティックにチェックが入ってないので、まあ、この状態でやってもならないんですけど、って感じですね。まあ、この辺のティックに関しては2回か3回か先にティックを使わない場合どういう方法があるかっていうところで、このタイマーバイイベントであったり、まあ、他にもいくつか、似たような機能があるので、まあ、その辺を、説明していきたいなと思います。って感じですかね。あと、プロジェクタイルムーブメントっていうのは、まあ、今回敵の移動用に使ったんですけど、基本的には銃の弾丸の起動であったりとか、まあ、なんだろうな。基本的には直線的に動かしたい時とかに使うものかなっていう感じなんですけど、って感じですかね。こんな使い方もあるのかなっていうのをやってみましたって感じですね。次回はオーバーラップイベントをやっていきたいと思います。では次回もよろしくお願いします。